こんにちは、アッキースーさんです。3本目の畝はまだ未完成ですが、夏野菜を植える時期が来たので、今日は風が強そうですが、植えられる日が今日しかないので植えていきます。まずはきゅうりです。品種は夏スズミだったと思います。1本仕立ててゆっくり取っていこうと思っているので、1本あれば十分です。次はミニトマトです。きゅうりと一緒にネットに這わせる予定です。ナスは2本買いました。品種は千両2号ですね。ピーマンも2本です。品種は忘れました。パプリカも植えてみます。黄色と赤を1本ずつ植えます。家族で食べるだけならこのぐらいの本数でも十分です。畝の長さの割に本数は植えないので目いっぱい広く取ります。不織布のパオパオをかけておきます。半分はかけ終わりました。一気に風が強くなってきました。カメラも風で倒れそうです。今手で押さえています。どんどんめくられていました。風が弱いタイミングを狙って急ぎます。コンクリート瓦がしっかりと掴んでくれるので、土をかぶせる必要はなさそうです。悪戦苦闘しましたが、どうにか植え付けは終わりました。2週間ほど経ちました。もう根付いたはずなので、パオパオを外して誘引の準備に支柱を立てていきます。順調に育っているようです。トマトもいいようですね。脇芽が出ています。ナスも一番花のつぼみが出ています。こちらは下葉が元気ないですね。ピーマンは葉っぱに傷はありますが問題はなさそうです。こちらはもう花が咲いています。パプリカも同じような様子ですかね。きゅうりとトマトはきゅうりネットで誘引していきます。きゅうりは十分伸びているので誘引します。トマトはもう少し伸びてからにします。ナスとピーマンは4本仕立ての予定です。パプリカは1本仕立てにするつもりです。後からかみさんが買ってきたオクラの苗です。ピーマンの奥にはシシトウが3本植わっています。しばらく放っていましたが、ぼちぼち手入れをしていきます。芽かきをします。1番花と2番花も取ってしまいます。もう少し縦に伸ばしてから取っていきます。初収穫予定のきゅうりです。もう1日2日といったところでしょうか。他の野菜も誘引していきます。
ししとうの育ちがあまりよくありません。ようやく根付いたかという感じです。2日経ちました。きゅうりの初収穫です。SS サイズといった感じですね。小づるから2本取るまで伸ばしておいて、その後に根元から切ります。ナスを誘引していたら強く引っ張りすぎて折ってしまいました。脇芽が出ているので、それを伸ばしてみようかと思います。きゅうりはアーチの上まで伸びました。だいぶ草が伸びました。このまま周りも草刈りして、刈った草はウネマの草マルチに使います。できれば秋まで持たせたいので、これでもかっていうぐらいの厚さで敷いていきます。家の周りだけでは足りませんでした。1ヶ月ほど前に買った草も使います。いまいちオクラの伸びが良くないです。きゅうりは順調に育っているんですが、オクラやきゅうりやナスにはアブラムシがつき始めています。ということで防除をしていきます。牛乳に少し水を混ぜます。乾く時にできる皮膜で窒息させようというのが狙いですが、昔やってみた時あんまり効いた記憶がないんですがね。できれば農薬を使いたくないので、また試してみます。次はナスやピーマンにたかっているカメムシ退治を目指します。次郎丸チャンネルさんが作って試したものを自分も試してみます。材料はインスタントコーヒー、砂糖、黒蜜の3種類です。コーヒーの成分がカメムシの成長を阻害するとかしないとか、誘引のために砂糖と黒蜜を混ぜます。しっかり溶けるように少し温めてきました。ペットボトルを切って作った容器に入れます。これを根元付近に置いたらどうなるでしょう。直接噴霧もしてみます。直接噴霧にはちょっと濃すぎるかなと。容器の方にも長持ちするように少し水を足しときます。散布する前に収穫できるものは収穫しときます。ちょっと小さいですが、まあいいでしょう。
どんどん逃げていくんですが、下に落ちたカメムシはすぐに上に登ってきます。元気なままです。容器も置いておきます。これで少し様子を見ます。結論から言うと、正直あまり効果を感じませんでした。他のやり方を試してみます。ニーム油と MCT オイルを水に混ぜて直接散布します。これも次郎丸チャンネルさんと同じものを作っています。容器の中はカラカラでカメムシは1匹もいませんでした。先日よりもさらにカメムシの数が増えてる気がします。軽く振ってみると、これだけのカメムシが下をうろうろしています。ニーム油成分は即効性があるわけではないのは分かってはいたんですが、カメムシの数が数だけにちょっと待っていられなくなりました。捕獲器を作って直接捕まえます。トマトにも何匹かたかっていました。どんどん捕まえにかかっているんですが、逃げ足が速いです。すぐ反対側に隠れるので、取り逃がしたのもそれなりにいるかもしれません。ここから30秒ほどは閲覧注意です。苦手な方は飛ばしてください。一周回った結果、これだけ捕まえました。いやはやなんとも。さらにハッカ油を追加して試してみます。
カメムシはミントの匂いが嫌いだとどこかで見聞きしまして、忌避剤代わりにならないかなと考えたわけです。アブラムシやウリハムシにも効くかどうかついでに振ってみます。アリが慌ててる様子もないし、どうなんですかね。コガネムシが何匹かいました。キュウリだけはどんどん伸びています。一番下に来るぐらいまでこのまままっすぐ伸ばすつもりです。トマトは葉っぱばかりが旺盛で、全く実が赤くなってくれません。下を風通しよくしたいので残念ですが、一番果は全部取ります。ナスやピーマンの様子です。ナスはカメムシがいつの間にか寄らなくなったんですが、全部ピーマンに引っ越した様子です。これまでは同じところから脇芽が何個も出て縦に伸びなかったんですが、最近素直に縦に伸び始めました。コガネムシは全部ホサつきで捕まえておきました。ニーム油成分配合の忌避剤です。これも試します。株元や畝間に巻いておきます。アブラムシとウリハムシ対策にロハピも試してみました。今キュウリはこんな様子です。小つるから2、3本取るように伸ばしているので、かなり葉っぱが多く見えます。いやー、アブラムシがたくさんたかってます。古い葉を葉かきしてから散布します。嗅いだ葉に振ってどんな様子か見てみます。次の日確かめてみました。確かに効果があると思います。ナスにもアブラムシがついています。小づるは収穫した後に全部切ったのでこんな様子になってます。誘引の仕方を変えてみようと思います。芯が一番上に来るようにしないと水の吸い方がやっぱり弱くなるのかもしれません。芯が一番上に来るように位置を調整します。キュウリネットは不要になりました。邪魔になっている部分だけでも切っておきます。
もう少し変更を加えます。腰あたりで真横に伸ばして、さらに斜め上に伸ばして距離を稼ぎます。こうすれば真横に伸ばしているところの子づるで収穫できるかなと。トマトの様子です。ようやく実が赤くなり始めています。まだ少し日数がかかりそうです。この頃まで明らかに肥料過多だったと思います。上の方の葉っぱの様子が変わってきたので、おそらく糸状菌との共生が始まったのだと思います。ししとうはほったらかしにしてたらこんなに取れました。3本は多すぎました。中段の子づるの収穫が終わったら、ご覧の通りまた少し下げて、また次の子づるの収穫までそのままにします。剪定前と剪定後の様子です。カメムシ退治の最後の悪あがきをします。ヤシの実洗剤を買ってきました。天然成分なのでギリギリセーフかなということで使ってみます。これは若い農家の方のアイデアでした。洗剤に含まれている界面活性剤の成分で窒息させようというのが狙いですね。軽く泡が立つぐらいで効くと思います。これは散布した後の様子です。見えているカメムシのほとんどが動かなくなりました。確かに効果は抜群のようです。生き残っているのも動きが鈍いです。だいぶ芯に元気が戻ってきました。子づるもしっかりと芽を出しています。親づるの下には草マルチを敷いています。ちょっと分かりづらいんですが、節間が狭いところがずっと続いていましたが、2箇所ぐらい急に長くなったところがあります。普通の栽培なら肥料切れの危険サインなんですが、すぐに元の長さぐらいに戻りました。トマトの様子です。正直トマトの管理はほぼゴリ夢中状態でした。果実1房に対して必要な葉っぱの量だけは調べていたんですが、なんか考えていたのとは全然違う様子です。こうしてみるとほとんどの実が虫に食われています。ナスはコガネムシの葉の食害も見られなくなり、順調に伸び始めています。鈴なりとはいきませんが、だいぶ持ち直してくれたので結構満足してます。ただ今度は粉じらみがだいぶ見られます。ロハピが少し残っていたので振っておきます。もう一本のナスです。隣とは様子がまたちょっと違います。こっちのナスには粉じらみはたかっていないようです。隣に植えているのにこんなに違うのも不思議なものです。ピーマンは成長が止まったかのように伸びません。特に向かって左側のピーマンはカメムシを介して何かの病気に感染したのか、普通の枝の出し方をしません。
きゅうりやナスほど肥料を要求しないので、その分鶏粉の効果が残っているんでしょう。カメムシがいなくなる様子もありません。パプリカはこんな様子です。一応なってはくれるんですが、とても食べる気にはなりません。まだまだカメムシの数が多いので、ヤシの実洗剤を振っておきます。だいぶほったらかしにしていたシシトウを少し手入れします。この頃はカメムシとの戦いに飽きてしまい、ちょっと興味を失っています。自然農をされている方々は一体どうしているのか気になって調べてみました。肥料過多になっている植物の方がむしろカメムシを呼んでいるんだという考え方を知り、もう今年はこのまま放っておくことにしました。塚原農園さんのチャンネルを見て、実がある程度なったら直接日光に当てた方が熟すのが早いというのを知りました。上の方が枯れています。虫が芯の中に入っていってますね。これはやられました。脇芽が1個残っていたのでそれを伸ばします。ナスは思い描いていた姿に近づいてきました。虫にやられた実は全部切り落とします。食べれる実はいいとこ3つ4つですね。もうほとんど大失敗です。今年はもう諦めますが、来年に向けてもう少し観察を続けます。オクラもだいぶ遅れて伸びてきました。葉っぱは青ムチにやられまくっています。カエルが葉っぱの上にいました。ここにいれば餌に困らないんでしょうね。下の方だけは葉っぱを落としておきます。病気が少し出始めています。涼しくなり始めているので受精が弱くなってんでしょうね。6月にダコニールを1回振っただけで、その後は一切農薬を使っていません。ここまで病気にかからなかったなと思っています。トマトです。最後の望みの脇芽も枯れてしまいました。やはり虫に入られた穴が見えます。こうなると枯れるのを待つだけですね。ナスはまだ伸びています。ナスとピーマンは相変わらずといったところです。左側のピーマンです。まだまだカメムシがいっぱいいます。ご覧の通りピーマンのような枝の伸び方ではありません。きゅうりとトマトはすっかり枯れました。ナスとピーマンももう終わりの頃です。一部片付けようと思います。オクラはまだ実がなっていましたが、全部デコボコになっていました。
どのくらいの長さまで伸びたのかちょっと測ってみます。9メートルを超えていました。ゆっくり長く楽しめたので、このやり方で来年も行きます。トマトの収穫は皆無でした。来年は一からやり直しです。ナスピーマンは収穫した後、すっかり枯れるまでこのまま置いておきます。こちらのピーマンは十分に育ってます。パプリカはやっぱり虫に食われているので、もうこのまま置いておきます。青じそは随分大きくなりました。ししとうが今なんかすごい元気になってます。途中からほぼすべての実が唐辛子になっていました。かなりの数の実がなっています。収穫して干しておこうかなと思います。これだけの数の収穫になりました。仕分けをして赤いものは干して終わりにします。復活1年目の今年はほとんど失敗だらけでしたが、それでもかなりの勉強ができました。来年は葉物野菜も植えたりしながら、もっと上手くなりたいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。